にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、桜ひらひら桜ワッフルを作っていくよ。いやー、桜が綺麗な季節になりましたな。今はもう桜は桜が咲き開く季節になってきたね。時空が歪んでいるというわけで今回は桜要素の入ったワッフル会ですね。ワッフルメーカーちゃんも久々のご登場です。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。ではまずは卵から溶きほぐします。シャカ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 。次はお砂糖。混ぜ混ぜ。そしてお塩を一つまみ。桜の味って桜の塩漬けを連想するよね。桜味というわけで塩味を加えております。そこに牛乳をイン。そしてバター酸。チンして溶かしバター酸にするよ。オッケー。溶けたら合わせるのだ。材料が冷たいとここで固まっちゃうから、卵とかは常温がいいかも。次は粉類。これらをあらかじめに混ぜておきます。インスタントの桜ラテは富沢商店さんで購入しました。専門的な製菓材料や道具が売ってて見てるだけでも楽しいよ。ネットでもお買い求められますぞ。そしてふるって混ぜます。ふむふむ。桜ラテに色粉が入ってるけどさすがに弱いか。ちょっと赤い色粉を加えます。付属のちっちゃいスプーン1杯。いい感じ。色はお好みで。最後に桜フレーバーの香料を買ってみました。こちらも富沢商店さん。桜ラテの方にも桜の風味の要素はあるけど、より香りとか味を出したいので買ってみたよ。くんくん。桜のいい香り。今回は3滴入れます。ていていてい。香りや風味が出ていいけど、入れすぎには注意。付け加えられた感がすごくなっちゃってうってなっちゃうよ。香水みたいにほんのり具合にしよう。何事もバランスですね。では生地はこれで完成。きれいにまとめよう。ではワッフルメーカーちゃんに油を塗って生地を流して。初回は 100g でいこうか。結果的にはちょっと多かったかもしれない。ガチャコーン。丸く焼きたいなら75くらいがいいかも。ではいよいよ焼成。火力は弱火か中火。できるなら弱めの中火ってところ。最初の面2分ひっくり返して1分半。これを目安にして焼いてみてね。多分少し薄めの色くらいなので、両面30秒ずつとか追加で火を入れてあげるといい感じ。焼き加減はお好みで。よし、いくよ。よいしょー。焼けたー。ピンク色の残り具合もいい感じ。このままバリバリ焼いてきます。G がわしかよ。計6枚くらい焼けました。G、サンキュー。今回は表面に飾り付けもしていこうかな。まずグラスという遠いかけするものを作ります。均等にお水を加えて作るよ。混ぜたら完成。粉気がなくなれば OK よ。これくらいの硬さがいいね。乾くとパキッと表面が固まるよ。ではグラスかけたらそして表面が乾く前に好きな具材をのせて完成。
いただきます。美味しい。ふわあ、見えるわ、桜が。生地はほんのり甘さの中に桜の風味が優しく伝わってくるね。香りも桜を感じて、目をつむるとそこには桜が見えます。などと供述しており、香料を入れた貝があったの。ただ一つ気になるのが、映えさせるためにかけたグラスだけど、動画くらいかけちゃうとちょっと甘すぎました。もっと細めにシャシャシャっとかけるといいかも。もちろんそのままでも美味しいよ。焼きたてはサクサクで美味しかった。今回は桜ワッフル、いかがだったかしら？やはり桜のお菓子は季節感もあり、色味もあって華やかさがありますな。表面にかけた桜のフィアンティーヌやクランベリーもいい感じですぞ。ひっそりとアドリブで作った桜の形にしたやつが結構気に入ってたりする。桜のお菓子なのに投稿時期が遅れちゃったけど、季節関係なしに桜のお菓子って私好きなのよね。今年はあと1品作ってみたのでお楽しみに。桜ワッフル、ぜひ作ってみてね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見て